ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、クリストファー・ノーラン監督の新作映画、オデュッセイヤのキャスティングをめぐる大炎上騒動と、それに巻き込まれた女優ルピタ・ニョンゴの過去の言動の矛盾の話題についてよ。現在、ハリウッドにおける文化的神聖性というものをめぐって、ものすごく激しい議論が巻き起こっているの。オデュッセイヤ？ルピタ・ニョンゴ？文化的神聖性？なんやそれ。いきなりカタカナばっかりで頭痛くなってきたばい。でも、ハリウッドがまた何やら揉めとるっていうのは、ニュースの表面だけ見て、なんとなく知っとるよ。要するに、また、人種とか文化の扱いで、それはおかしいやろ、って叩かれとるんやろ？そうだよ。今日は、ルピタ・ニョンゴが、なぜ、トロイのヘレン役に選ばれて批判されているのか。そして、彼女が過去に降板した、ウーマンキング、無敵の女戦士たちという映画や、ブラックパンサーでの発言とどう矛盾しているのか、について、徹底的に解説していくよ。この問題は、ただの配役への不満じゃなくて、ハリウッドが文化をどう扱うかという根深い問題が関わっているの。なるほどね。要するに、自分たちの都合のいいように文化を利用しとるんじゃないかっていう、ハリウッドの痛いところをつく話なんやね。それは面白そうばい。しっかり聞かせてもらうけんね。それじゃあ、順番に見ていくよ。まず、ルピタ・ニョンゴが、クリストファー・ノーラン監督の新作、オデュッセイヤで、トロイのヘレンという役と、その妹のクリュタイム・ネーストラーという二役を演じることが発表されたの。これが今、ものすごい反発を受けていて、彼女が、過去に、ウーマンキング、無敵の女戦士たちという映画を降板したことが、再び注目を集めているんだよ。へえ、クリストファー・ノーラン監督って言ったら、めちゃくちゃ有名な監督やんね。その人の映画に出るのに、なんでそんなに反発されとると？オデュッセイヤっていうのは、ホメロスっていう昔の人が書いたギリシャの叙事詩、つまり古代ギリシャ文学の最も有名な作品の一つを映画化したものなの。それなのに、現在確定している主要キャストの中に、ギリシャ人、またはギリシャ系アメリカ人の俳優が主要な役で一人も含まれていないの。だから、ハリウッドが古代ギリシャの文学を映画化しているのに、なんでギリシャ人がいないの？って主張する人々から激しい批判を浴びているんだよ。は？ギリシャのお話なのにギリシャ人がおらんの？そりゃあ、ナンバしとっと？ってなるに決まっとるやん。お寿司の映画作るのに日本人キャストゼロみたいなもんやろ。で、その批判に対してルピタ・ニョンゴはどう答えとると？ルピタ・ニョンゴはオデュッセイヤのことを神話的な物語と呼んでクリストファー・ノーラン監督のキャスティングを擁護しているの。つまり、歴史の事実ではなくて神話なんだから、いろいろな国の人が演じてもいいじゃないか、ってスタンスだよ。うわぁ、出たばい。神話だから、ファンタジーだから、自由でいいでしょっていう、便利な言い訳。都合が悪くなるとすぐそういうこと言うんよね。ハリウッドでは、今、文化的神聖性をめぐる議論がずっと続いているの。文化的な神聖性っていうのは、その文化の歴史や背景を、どれだけ正確に、敬意を持って描くかという問題だよ。そこで、批評家たちは、ルピタ・ニョンゴが、今回、神話だからと言って、クリストファー・ノーラン監督を擁護したことに対して、彼女が、過去に、ウーマンキング、無敵の女戦士たちを降板したことや、ブラックパンサーや、アフリカの描写について、彼女が発言した内容を指摘して、矛盾をついているの。なるほど。過去の自分の発言が、ブーメランになって帰ってきとるんやね。その、ウーマンキング、無敵の女戦士たちの降板って、具体的に何があったと？ルピタ・ニョンゴは、最初、ビオラ・デイビスが主演を務めた2022年公開の歴史アクションドラマ、ウーマンキング、無敵の女戦士たちに主演する予定だったの。この映画は、西アフリカのダホメ王国に存在したアゴジェっていう女性戦士部隊を中心に描いているんだよ。女性戦士部隊。強そうでかっこいいやん。なんで、そんな映画をわざわざ降板したと？実は、ルピタ・ニョンゴは、映画の制作が彼女抜きで進められる前の2019年に、チャンネル4で放送された、ルピタ・ニョンゴと戦う女戦士たちっていうドキュメンタリー番組に出演して、アゴジェの真の歴史を探求していたの。そのドキュメンタリーの中で、彼女は、ベナンを訪れて、ダホメ王国が、実は、大西洋奴隷貿易に深く関与していたことなど、アゴジェの複雑な遺産と向き合ったんだよ。つまり、英雄として描かれとる女性戦士たちが、実は奴隷貿易に関わっとったっていう、暗い歴史があったってこと？そうだよ。あるシーンでは、彼女は、学んだことを振り返って、明らかに感情的になっている様子が映っていたの。その後、ウーマンキング、無敵の女戦士たちを降板したルピタ・ニョンゴは、2022年10月に、ハリウッドリポーターのインタビューで、降板について語ったんだよ。
絶対、その暗い歴史を知って、こんなの英雄として美化して演じられんわ、ってなったんやろね。インタビューでなんて言ったと？それがね、対談は非常に円満なものでした、と語った上で、でも、私には、その役は向いていないと感じました、って言っただけなの。彼女は、それ以上の詳細を明かすことを拒否したんだよ。だから、ルピタ・ニョンゴ自身は、自分の対談を文化的な神聖性への懸念と結びつけて、公には語っていないし、対談の直接的な理由は、彼女自身にあるの。はぐらかしたんやね。でも、そんなの誰が見ても明らかやん。歴史の闇を知って逃げたって言われとうないけん、言葉を濁したんやろ。批評家たちが今注目しているのも、まさに、その一連の流れだよ。彼女はキャスティングされ、ドキュメンタリーを制作して、本当の歴史と向き合い、そして去っていった。ルピタ・ニョンゴは、公には、詳細な説明をしていないから、彼女の降板を、文化的な正確さの問題だと、断定的に捉えるのは、彼女が公式に述べた内容を超えていると言えるの。でも、批評家たちが指摘しているのは、そのパターンなんだよ。パターン？ドキュメンタリー番組、ルピタ・ニョンゴと戦う女戦士たちの制作において、ルピタ・ニョンゴは、アゴジェの英雄的なイメージと、ダホメが奴隷制において果たした役割という実際の歴史との間のギャップに、率直に取り組んだの。ちなみに、このアゴジェのイメージは、ブラックパンサーに登場する、ドーラ・ミラージュっていう戦士たちの着想源にもなっているんだよ。へえ、ブラックパンサーにも繋がっとるんやね。そして、その後、映画、ウーマンキング、無敵の女戦士たちは、その歴史の扱い方をめぐって、激しい批判にさらされて、公開後には、ソーシャルメディアで、ハッシュタグ、ボーイコットウーマンキングっていう、ハッシュタグがトレンド入りする事態になったの。やっぱり、歴史を無視して、都合よく映画化したら、そりゃあ炎上するばい。視聴者はバカやないけんね。そこで、批評家たちが今問いかけているのは、ごく単純な疑問なの。ルピタ・ニョンゴがアゴジェの歴史的複雑さに強い思い入れを持ち、主要な役を辞退したのなら、なぜ彼女は今、ギリシャの古典を翻案したオデュッセイアを単なる神話物語であり、登場人物は世界を代表する人々だと表現しているのだろうか？ということだよ。うわぁ、痛いところ疲れとる。アフリカの歴史の時はあんなに複雑さに悩んでこだわったくせに、ギリシャの歴史の時は神話だから世界を代表する人たちでいいよねって軽く流すのはおかしいやん。完全にダブスタやね。それが今回の反発の要因となっている緊張感なんだよ。さらに、批評家たちは、ルピタ・ニョンゴが過去に映画ブラックパンサーに出演した際に文化的特異性の重要性について述べた発言を再び取り上げて批判の目を向けているの。ブラックパンサーの時になんか偉そうなこと言っとったん？ BBC のインタビューでルピタ・ニョンゴはブラックパンサーについてアフリカがスクリーン上で直面してきた誤った描写を理解し、アフリカ大陸を尊重し、アフリカ大陸を再興し、アフリカ大陸を再表現したいと願う人々によって作られた作品だと大絶賛したの。彼女は、その問題は個人的なものだとも述べて、私にとってそれは重要なことです。なぜなら、私はアフリカ大陸の誤解を解くことに全力を注いでいるからです、と語ったんだよ。立派なこと言っとるやん。アフリカの誤解を解くために全力を注ぐって。さらに、彼女は、この作品では、アフリカを一枚岩として、つまり、一つの大きな塊として描かないように、意図的に配慮したことを強調したの。映画でアフリカ大陸が描かれるとき、往々にして、非常に一般化された描写になりがちです。私たちは、決して一般化されないようにすることに、全力を尽くしました、と語ったんだよ。要するに、アフリカって全部同じような感じでしょっていう適当な描かれ方じゃなくて、細かい違いをちゃんと大事にしたってことやね。その通りだよ。ルピタ・ニョンゴは、その配慮の証拠として、具体的な制作上の選択肢を挙げているの。映画の舞台であるワカンダは架空の国なんだけど、キャストは言語として実際に存在するコサ語を学び、アクセントの練習に励んだんだって。架空の国なのに、現実の言葉をわざわざ勉強したと。そこまでするんやね。彼女は、この架空の国家は、実際のアフリカ文化から着想を得たものだと述べて、衣装デザイナーのルース・カーターが、トゥアレグ族、マサイ族、ドゴン族、スルマ族といった実際の民族グループについて行った調査を強調したの。そして、こうした非常に豊かで多様な文化は、しばしば一括りにされてしまうものですが、それらへの敬意の表れとして、祝賀ムードが生まれることを願っていますと、ルピタ・ニョンゴは語ったんだよ。なるほどね。自分たちのルーツであるアフリカの文化に対しては、架空の国のお話であっても、現実の民族を調べて、言葉も練習して、ものすごく敬意を払って作りましたって自慢しとるわけや。
まさに、その発言が、現在、オデュッセイアに対する反発の中心になっているの。批評家たちの主張は明確だよ。ルピタ・ニョンゴは、ブラックパンサーが架空のアフリカ国家を現実の文化研究に基づいて作り上げたことを称賛した。特に、実際の言語を学び、実際の民族集団を研究し、衣装がアフリカの一般的なイメージではなく、特定の伝統を反映していることを保証した点をね。彼女は、それを、神秘性の払拭と呼んだの。大陸全体を一般化することは、まさに制作側が拒否したことだと、彼女は述べたんだよ。そりゃあ、批評家も突っ込む場合。アフリカの時は、一般化するな。文化の特異性を大事にしろ、って熱く語っとったのに、ギリシャ神話の時は、みんなで演じればいいやんって、どういうこっちゃ、ってなるやろ。ギリシャの文化は、一般化して、適当に扱ってもいいってことなん？まさにそこなの。批評家たちは、今、ギリシャ神話も、同様の扱いを受けるに値するのではないかと問いかけているんだよ。オデュッセイアは、ありふれた古代の物語ではなくて、ギリシャのアイデンティティ、地理、宗教に根ざした古代ギリシャ文学の具体的な作品なの。それなのに、ギリシャ人がいないのはどうしてかと。ほんとそれ。ギリシャの人たちからしたら、自分たちのアイデンティティを踏みにじられとるような気分になる場合。実際に、ギリシャの地元紙、グリークシティタイムズは、出演者にギリシャ人がほとんどいないことを指摘する公開書簡を掲載したの。発表されている出演者の出身地の内訳を見てみると、アメリカ、イギリス、南アフリカ、ケニア系メキシコ、コロンビア、イギリス系インド、イギリス系ナイジェリア、ブラジル系カナダ、シリア系ユダヤ人の俳優が出演しているの。でも、主要キャストにギリシャ人、またはギリシャ系アメリカ人の俳優は確認されていないんだよ。うわぁ、見事にバラバラやね。確かに、世界を代表する人々って感じはするけど、肝心のギリシャがスコーンと抜け落ちとるやん。これじゃあ、ギリシャの地元紙が怒って公開書簡を出すのも当然ばい。ここで、今回の話題がさらに白熱していく確信に触れていくんだけど、でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。ここまでの話が面白い。ハリウッドの闇が深いと思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価をお願いするばい。みんなの応援が、うちらのモチベーションになるけんね。それじゃあ、続きを話していくよ。ギリシャ人がおらんことに対して、クリストファー・ノーラン監督をかばう意見はないと？クリストファー・ノーラン監督のキャスティングを支持する人々もいるよ。彼らは、オデュッセイアは歴史ドラマではなく神話であり、古典的な物語は何世紀にもわたって様々な文化圏で再解釈されてきたと主張しているの。さらに、クリストファー・ノーラン監督のこれまでの素晴らしい実績を挙げて、映画はキャスティングのチェックリストではなく、純粋に作品の質で評価されるべきだと主張しているんだよ。作品が面白ければ誰が演じてもいいやろってことやね。まあ、映画好きからしたら、その意見も一理ある気がするけど。でも、それならアフリカの映画の時も同じ基準にならなきゃおかしいやん。その通り。批評家たちは、まさにそう反論しているの。神話は、依然として、現実の文化から生まれており、ルピタ・ニョンゴがブラックパンサーで提唱した基準、つまり、文化的特異性、源流の伝統への敬意、一般化の拒否という基準は、どの文化を本案する場合でも等しく適用されるべきだ、ってね。痛快な反論やね。アフリカの神話や歴史は徹底的にリスペクトして細かいところまで忠実にやるべきだけど、ギリシャの神話は西洋の古典だから好き勝手に改変していろんな人種を詰め込んでもいいって完全に矛盾しとる。これ他の有名人もなんか言っとると？実はルピタ・ニョンゴがトロイのヘレン役にキャスティングされたことはイーロン・マスクや最近の映画への関心が低下していると思われる観客からも批判を浴びているんだよ。イーロン・マスクまで首突っ込んできたと。さすがやね。でも、なんで、トロイのヘレン役が、そんなに問題になると？ヘレンっていうのは、ギリシャ神話において、ゼウスとレダの娘で、ホメロスの作品では、世界で最も美しい女性として描かれている、キャラクターなの。クリストファー・ノーラン監督の映画では、ルピタ・ニョンゴは、このヘレンと彼女の妹であり、ベニー・サフディ演じるアガメムノーンの妻である、クリュタイムネーストラーの二役を演じることになっているんだよ。なるほどね。世界で最も美しい女性っていうめちゃくちゃ重要なギリシャ神話のキャラクターをギリシャと全然関係ないルピタ・ニョンゴが演じるから余計に火に油を注いどるわけや。それでルピタ・ニョンゴ本人はこの批判に対してどう答えとると？ルピタ・ニョンゴはクリストファー・ノーランのビジョンを支持することで批判に答えたの。
クリスの意図と彼が語るこの物語の解釈を私は全面的に支持していますと彼女は語ったんだよ。そして私たちのキャストは世界を代表する人々ですと付け加えたの。またそれ、世界を代表する人々って言えば全部許されると思っとるんやね。自分が主演を降りたウーマンキング無敵の女戦士たちの時はそんなこと言わんかったくせに。案の定、彼女の発言は議論を鎮めるどころか火に油を注ぐ結果になったの。批評家たちは彼女の過去のインタビューやキャリア上の決断を検証し続けていて、ハリウッドは本案する文化によって異なる文化尊重の基準を適用していると強く主張しているんだよ。文化によって異なる基準。これこそが一番の問題やね。ある文化にはめちゃくちゃ配慮するのに、別の文化は適当に扱う。ハリウッドの偽善がバレてきとるって言葉い。そういうことだね。ちなみに、この映画、オデュッセイアは、クリストファー・ノーランが脚本、監督を務めているんだけど、出演するキャストは本当に豪華なの。オデュッセウス役にマット・デイモン、テレマコス役にトム・ホランド、ペネロペ役にアン・ハサウェイ、アテナ役にゼンデイヤ。という、信じられないくらい豪華なメンバーが出演しているんだよ。ちょっと待って。マット・デイモンにトム・ホランド、アン・ハサウェイにゼンデイヤって、アベンジャーズか何か作ると。そりゃあ、世界を代表する人々って言いたくなるくらいのスターだらけやけど、やっぱりここにギリシャの人がおらんのは、改めて聞くと不自然ばい。そうやってスターを集めた結果、文化的な配慮が抜け落ちてしまったと見られているの。映画、オデュッセイアは、ユニバーサル・ピクチャーズの配給で、2026年7月17日に劇場公開される予定だよ。公開まで、まだ時間があるから、この議論が、映画の興行にどう影響するか、引き続き注目が集まっているの。映画自体は、絶対面白いんやろうけど、このダブルスタンダード問題を抱えたまま公開されたら、また一波乱ありそうやね。ルピタ・ニョンゴも、自分の発言には、責任持たない完売。ということで、今日は、ルピタ・ニョンゴのオデュッセイアキャスティング炎上と、ハリウッドの文化的申請性をめぐるダブルスタンダードという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。